です。今日はね、HPLC について話したいと思います。今日はというか、今回と、次回、もし必要だったら、またさらに分けて、HPLC について、話していきたいと思います。何かっていうとね、結構、一日というか、1回で説明すると、ちょっとごっちゃになっちゃうんで、今日はね、基本編ということでね、HPLC と何ぞやっていうところだけ、ちょっと説明したいと思います。はい、まずね、HPLC なんですけども、この略はね、ハイパフォーマンスリクイッドクロマトグラフィーの略ですね。でクロマトンはそのままクロマトグラフィーで、リクイッドはこれは液体ですね。液体と。なんで、これは、溶媒に、溶媒は液体であるということですよね。で、ハイパフォーマンス。で、何がハイパフォーマンスなんやってことなんですけども、今回の説明を聞いていただけると、従来のね、クロマトグラフィーと比べて、どこがね、ハイスペック、ハイパフォーマンス、ハイリゾリューションなのかっていうのをね、分かっていただけるんじゃないかなと思います。それでは実際にね、どういうものかちょっと軽く説明していきますね。まずね、モバイルフェーズ、移動素ですね。何でもいいんですけど、水だったりメタノールでも何でもいいんですけども、ここから、パンプの力を利用して、パンプ、パンプの力を利用して、ディガッサーっていうところに行きます。ディガッサー。ディガッサーっていうのは、ディガスなんで、その通り、これは気体を抜くところ、脱気ですね。脱気。でね、溶媒にね、モバイルフェーズの中にこう気体が入っていると何が問題かって、でそれがね、そのままカラムに行くと、カラムの中にこう気体が入っちゃって、圧力がね、上がっちゃうんですよね。で、カラムの圧力が上がっちゃうとね、場合によってはカラムを傷つけたりとか、正確なデータが取れないとか、そういうことにつながるんで、こうやって脱気をしてあげる必要があるんですよね。はい。で、脱気をしてあげると、次はね、サンプルインジェクターですね。サンプルインジェクション。前話したイオン交換とかだと、手動でね、シリンジ使ってこう入れたり、するんですけども、HPLC の場合はね、大体ね、オートサンプラーっていうのがついてて、オートサンプラー。で、これかなりね、正確で、例えば、自分で1マイクロとかこう設定してあげると、本当にね、その1マイクロ分だけね、こうやってカラムにね、流れるように、機械がね、してくれるんで、かなりね、使い勝手いいです。多分0.5マイクロとかでも多分全然ね、いけると思います。えーっと、サンプルをインジェクションしたものがそのままカラムに行きますよね。カラムだけちょっとカラムっぽく。カラムに行きますよね。はい。カラムなんですけども、ここでちょっと勘違いしてる人たまにいて、HPLC はイオン交換クロマトグラフィーだとか、ね、HPLC はセックだとかあると思うんですけども、これね、自分でね、カラムちゃんと変えれるんで、例えば、セック使ったり、サイズの違いによって分離したかったら、セックのカラムをこう取り外し、つけてあげて、で、イオン交換使いたかったら、イオン交換の、カラムをつけてあげたりとか、アフィニティつけたりとか、アフィニティとか、自分の本当に目的に応じてこうやってカラムを取り外しができるんで、そう。そこがね、大事ですね。で、あと、カラムね、一つ一つにね、これ大事なところがあって、カラム一つ一つに、限界の圧力、耐えれる圧力だったり、フローレートっていうのがあって、でね、話したように、こう、HPLC のパンプの力を使って、ポンプの力を使って、フローレートが流れるじゃないですか。フローが流れるんですけど、フローが流れるじゃない。モバイルフェーズからこう流れるんですけども、これがね、従来の HPLC との違いで、従来の HPLC って前話したように、こうカラムをね、直立につけてあげて、こうサンプルインジェクションすると、重力の力でこうやって上から下に行くじゃないですか。こうグラビティの力で、ね、行くじゃないですか。でも HPLC はこのパンプなんですよね。なんでこれ圧力なんですよ。要は圧力。プレッシャーですね。で、例えば、なんていうんですかね。フローレート、例えば 0.5ml、1分間に 0.5ml を流したいっていう風に、設定すると、それに応じてこの機械がね、圧力を変えてくれるんですよね。で、1ミリにしたりとか、あと2ミリにしたりなると、どんどんこれね、プレッシャーがね、上がっていくじゃないですか。
フローレートが上がるということはプレッシャーが上がるんで、そのまま、そう、上がっていくんですよね。で、これ注意したいのが、このカラム一つ一つには、その限界のね、耐えれる圧力とかあったり、フローレートというのがあるんで、で、それを超えちゃうとね、カラムの破損につながるんで、実験する前に必ずね、説明書を読んで、で、それ以上のね、フローレートだったり圧力っていうのを超えないようにね、してあげてください。結構簡単にね、カラム壊れるし、あと高いんでね、そこはね、十分にチェックしてください。で、カラムに行った後には、検出器、ディテクターですね。検出器。検出器。検出器ですね。で、まあ、一般的に使われているのが UV とかですかね。例えば、タンパク質だったら280との波長があるじゃないですか。で、自分でこれも設定してあげたり。で、例えば食品中のカフェインを見たいっていう時は、Google とかで、ね、カフェインのね、波長、最大波長とか調べて、それに設定してあげて、してあげてください。で、波長がないものというか、UV ではね、検出しづらいもの、できないものに関してはね、あと RID とかね、これはね、屈折率の違いを、利用してね、検出する方法ですね。まあ、そういうふうに、あるんで、まあ、いつかね、これに関してはね、また詳しく話したいなと思います。で、検出器の後には、ウェイストボトルですね。ウェイストボトル。で、もしくは、コレクターっていうところにも行きますね。サンプルコレクターってコレクター。で、ちょっとここで説明しますね。消しますか、ここは。HPLC の、役割というか、自分なりに考えているのが、一つが分離。分離ですね。これは従来の、ものと変わらないですよね。クロマトグラフィーと変わらず。で、もう一つが分析。このが2つですよね。で、分析に関してはね、そのままね、検出した後にベースに行っていいんですけども、分離の場合はね、一回ここで、コレクターを使って、フラクションをね、こうコレクトしてあげる必要があるんですよね。例えば、1回目こう流して、こう何個のね、波長じゃない、すみません、ピークがね、出ますよね。で、自分が欲しいのはこの 2番目のピークだとしますと。そうすると、このコレクターにね、指示を出してあげて、この区間と、この区間からこの区間までの、えっ、と、リテンションタイムっていうんですかね、この区間からこの区間だけを切り取るように指示を出してあげますと。で、ここでコレクトしてあげて、もう一回これを流しますと。そうすると、このピークだけこう出ますとね、うまくいけばね、実験がうまくいけば、ここだけシングルのピークが出ますと。でなので、1回目はこの分離のところは、コレクターを使って、で、2回目のところ、分析のところは、もうそのまま検出器からウエストに、行っても大丈夫みたいなの感じなんで、実験に応じてね、このいるいらないっていうのをね、判断してください。の感じですかね、流れという、大まかな流れで言うと。最後にね、HPLC がね、どういうものかっていうのを機械をお見せします。これ実際にね、自分がね、以前使ってた、アジレント社の、HPLC の機械ですね。で、ここにあるのはこれがボトルですよね。モバイルフェーズのボトル。で、面白いのがね、A、B と仮にしますね。で、これ A に入っているのが水。で、B に入っているのが、メタノールとしますよね。例えばね、モバイルフェーズに50%のね、メタノールをこうやって流す必要があるとしますと。そうすると大体はね、ボトルに50、50の比率でね、水とメタノールをこうやって入れて作ってあげるじゃないですか。でもこの機械の場合、HPLC の場合、機械にこうあらかじめね、こう指示を出してあげるんですよ。A を50%、B を50%っていう、ね、指示を出してあげますと。そうするとね、ここからパンプでこうやって50、50、50になるようにね、パンプでこうやって、パンプがね、こうやって、なんていうんですかね、ミックスしてくれるんですよね。なんで別に混ぜる必要もないみたいな。で、さらにもっと言うと、例えばこの流し始めて、例えば5分後に、この比率をね、例えば30、70に変えたりとかっていうにもできるんですよね。グラジェントって言うんですけども。なんでね、こういうやり方もあるんで、で、これによってそのピーク間でのその分離の幅を広げたりとかっていうのもできるんで、いろんなことをね、試せるっていうのもHPLC の強みではありますね。で、あと大事なのはここか。ここはね、さっき言ったオートサンプラーですね。オートサンプラー。
で、ここにバイヤルがね、ちっちゃく見えると思うんですけども、ここもね、自分で指示出してあげて、そうすると機械がね、このバイヤルだけをこう持っていって、ここに持っていって、で、例えば5マイクロだけとか10マイクロとかっていうのを指示してあげると、このニードルがあるんですよね。このニードルがその自分が指示したボリュームだけ取ってあげて、でそのままそれをカラムにこうやっていくんですよ。カラムにこうやっていくんで。で、ここカラムですね。で、さっき言ったように、ここ取り外しが見えるじゃないですか。なんでこう自分で取り外して、このカラムはね、CAT だと思うんですけども、例えばイオン交換の、カラムを使いたかったら、そのカラムをここに取り外して、つけてください。で、こう流れていって、ここに上に、この見えないんですけど、ここにあるのが、コレクターですね。コレクター。さっき言ったコレクター。で、こっち側にあるのがね、これはね、MS ですね。質量分析に使うものですね。で、まあ、今回ね、説明しないんですけども、よくHPLC と MS っていうのをセットで使われることが多くて、まあ、これは LCMS っていうんですけども、まあね、これもね、いつか、話したいと思います。まあ、そんな感じで今日はね、HPLC はどういうものかっていうのをね、分かっていただければ、いいです。なんで、以上で今日は終わります。